はい、こんにちは、モノルです。今回はですね、めちゃくちゃご要望の多かった人気コントローラー、ゲームサーの G7SE ですね。こちらをレビューしていきたいと思います。ちょっとね、もうすでに使ってみたんですけど、もう一言で表すなら、優等生ですね。ものすごく素晴らしいコントローラーでした。はい。ただまあ、気になる点ありましたので、そちらも含めて、見ていきましょう。はい、そしたら、サクッとスペックを見ていきたいと思います。まず、対応機種は PC と Xbox です。Xbox の公式認定コントローラーになってます。有線接続のみ対応していて、遅延は 2.4ms です。オールエフェクトスティックで、スティックの重さは 60g フォースです。背面にボタンでジャイロセンサーもついてます。ポーリングレートは 1000Hz。本体重量は 221g です。はい、価格は最安で5580円ということでね。この5000円前後の価格帯ではね、かなり素晴らしいコントローラーだと思いました。じゃあちょっと中身見ていきたいと思います。はい。もうすでに使ってるので本体は入ってないんですが、よいしょ。おっとっと、ブラウザを消すの忘れてました。はい。いつものゲームサーのウェルカムカード、ステッカーもついてますね。で、Xbox ゲームパスにまだ未加入の方は、1ヶ月間かな、Xbox ゲームパスに入れるっていうね、シリアルコードもついてます。これね、めちゃくちゃおすすめです。今だとね、コールオブデューティーとかもできちゃいますからね。はい。で、マニュアルです。これは日本語もついてます。インターネットでね、ダウンロードしてマニュアル、PDF で見ることもできるので、私は基本、紙のマニュアルは見てないです。で、ゲームサーの、ベルクロですね。で、巻かれたコード、これなんと3メートルあります。これだけ長ければね、Xbox につないでテレビで遊ぶっていう方にもいい USB ケーブルですね。ちゃんと布巻きで、これは素晴らしい USB ケーブルがついてますね。この価格帯ではあんまり見られないクオリティの高い USB ケーブルだと思います。はい。付属品は以上です。じゃあ、本体見ていきましょう。はい、こちらが本体になります。見た目の質感はすごくね、シンプルでいながらね、ゴム製のグリップがついてるわけでもないんですけど、ちゃんとした製品っていう感じがする見た目です。で、これ、トップがこうやってね、よいしょ。はい。マグネットで外れるようになってます。なんで、ここはね、好きな好みのパネルに変えることができるっていう凝った作りになってます。もうちょっと詳しく見ていくと、ABXY ボタン十字キーはメンブレンになってます。RB、LB はタクトスイッチですね。スタートセレクトボタンはタクトスイッチです。基本的にこの辺のボタンはタクトスイッチになってますね。はい。で、LB、RB なんですけど、本当は普通にアナログトリガーだったんですけど、もうすでにこれ改造してしまってトリガーストップをつけてます。トリガーストップ私がつけたやつはちょっとストローク長めですけど、もっと短くね、攻めることも多分できます。私のつけたトリガーストップはまだストロークがね、結構、これでも1ミリぐらいですかね。1ミリちょっとぐらいかな。なんですけど、もっとね、反応する領域は意外と広いので、さらに攻めたトリガーストップにすることもできるかなと思います。改造する方は全然いいですね。トリガーストップとかはついてないので、こういう改造するのはおすすめですが、ちょっと分解するのは面倒です。なのでその辺もね、後で見ていきたいと思います。はい、背面ボタンが2つついてます。この背面ボタンはロックして使えなくすることができます。ゲームサーで言うとね、タランチュラプロとかにも搭載されてますが、ただあれと違うのは、このね、面がつらい位置にはならないで、そのまま固定されて押せなくなるっていうタイプのロックになってます。なので、ちょっと段差ができちゃうところは気になる人は気になるかもしれませんが、持ってみるとね、特にこうちょうど中指のところにこれがあって、中指をここに置いて
使う感じになるので、段差がそこまで気にならないですね。で、重さもすごく軽いので持ちやすくて、しかもですね、例えば Xbox のコントローラーとよく似たコントローラーで並べるとですね、こうグリップ部分が結構コンパクトになってて、レイザーのウルヴァリン V3 Pro と比べたら、だいぶグリップ部分はコンパクトですよね。で、握りやすくて、こもうなんか手のひらの中にこう収まってる感じがするっていうんですかね。すごく持ちやすいコントローラーだと思います。オーディオジャックの部分には、ヘッドセットを接続した時にミュートできるボタンもついてますね。はい。そしたら、設定ソフトの方も見ていきたいと思います。はい、設定ソフトについては、マイクロソフトストアの方から、ゲームサーネクサスという、はい、このソフトですね、をダウンロードしてインストールすることができます。ノラソフトじゃないので安心してね、インストールすることができるかなと思いますね。今これ、もうすでにファームウェアのアップデートは済んでいるんですが、私が購入した製品は、ファームウェアのバージョンがバージョン 6.38 っていうことで、最新版が今、現時点ではバージョン 6.40 ですので、アップデートを済ませておきました。アップデートを済ませているので、はい、このようにですね、ファームウェアが最新ですと出ます。次にアップデートが終わったら、まず再キャリブレーションをしてほしいと思います。やり方は、まず USB ケーブルを抜いて、セレクト、スタート、ホームボタンを押しながら USB ケーブルをつなぎます。はい。USB ケーブルをつないだら、ボタンを離します。そうすると LED が点滅するので、A ボタンを押します。そしたら LED が消灯しますので、トリガーを奥まで押し込み、離します。次にジョイスティックを最大まで倒して、ゆっくり3回転させます。2、3回転ですね。で離します。そして A ボタンをもう一回押します。はい。そしたら LED が点灯するので、これで再キャリブレーションは終了です。そしたら設定ソフトウェアに戻って、プロフィールから設定を見ていきます。まずマッピングですね。それぞれの、M ボタンとこの共有ボタンですかね。これと Xbox ボタンとミュートボタンは設定できませんが、それ以外のボタンはすべて設定を変えることができます。無効化もできますね。なので、右スティック押し込みとかを無効化したい方は便利な機能かなと思います。L4、R4 って背面ボタンですね。にも設定することができますね。キーボードの設定とかはできないです。マクロ機能、連写機能もありません。スティックの方デフォルトでデッドゾーンが10入ってます。はい。で、左スティックと十字ボタン入れ替えたりすることもできます。十字ボタン斜め移動ロックっていうのは何を指しているんですかね。ちょっとこれ、試しに入れてテストしてみたいと思います。はい。これを入れると、あ、斜めに入力することができなくなりました。十字ボタン斜め移動ロックを外すと、はい、斜め移動、斜めができるようになりますね。こういう、斜め入力ですね、をしないようにする設定っていうのもできるようです。左スティックと十字ボタンを入れ替えすると、左スティックで十字ボタンが入力されて、十字ボタンで左スティックが入力されます。って感じですね。はい。それで、このオリジナルっていうのをオンにするとですね、このように四角形になりますね、アウターデッドゾーンの形が。なので、テストサーキュラリティをやると、このように、右スティックがまだオリジナルじゃないです。深円状態、円形ですね。で左スティックがオリジナル、四角形になってますが、このように 55% ぐらい斜め入力しても、マックスに入力されるっていう感じですね。これに関しては左スティックのような移動ですよね。Apex とかで移動に使う左スティックをオリジナルにして、より精密なエイムとかに使う右スティックは円形のままにしておくのが私はおすすめです。
はい。で、トリガーに関しても、デッドゾーンが設定されているので、これは、私は全て0、100にしたいと思います。はい。アナログトリガーですね。で、これあれですね。ちょっと最大のところは減らした方がいいかもしれないです。マックスに入力するのはギューってゴムを押しつぶすように押さないと、ね、100にするとね、マックス入力できなくなっちゃうので、95のままがいいかもしれないですね。0の95とかにしておくといいかもしれないです。で、A ビントリガーっていうのは、ちょっとでも入力すると、255、要は1ですよね。1入力されたっていう判定になります。なんでこれ後で解説しますが、自分でトリガーストップを取り付けたりするときは、この A ビントリガーをオンにするといいです。はい。まずはこれでいいでしょう。ゲームスター G7SE はですね、トリガー部分とグリップ部分にモーターが入っているようですね。はい。強さも変えることができます。デフォルトは3なんですけど、私は好みでグリップの方を5にして、トリガーの方を3に設定してます。まあ、この2つはオフでいいかなっていうふうに思いますね。はい。プロフィールは3つまで名前を付けて保存することができます。あとはですね、ポーリングレートを 250Hz、500Hz、1000Hz の3つから選ぶことができます。1000Hz にするとヘッドホンのジャックですね、ヘッドフォンポートが無効化されます。まあ、全然ね、ヘッドホンポート使いたいなら 500Hz とかね、250Hz とかで使ってもいいかなと思いますね。若干これ、Apex で遊んでみると、スティックの感じがちょっと変わったりしたので、実は 250Hz が一番当たりやすいっていう気もしてます。まあそこはちょっと実際に皆さんで試してもらってですね、自分に合ったポーリングレートを設定してもらったらいいかなと思います。私は 250Hz で使ってます。設定ソフトは以上になります。はい、そしたらゲームサー G7SE を分解していきたいと思います。まずはマグネットでくっついてるこのトップ板ですね。トップパネルを外していきます。このね、ところにこう、入りかきがあるので、これを持ちながら上下で挟んでこう上に持ち上げると外れやすいです。T6 のトルクスのドライバーで外していきます。ちょっと特殊なネジなのでね、持ってない方もいらっしゃるかもしれないです。はい、すべてネジを外し終わったら外していきます。はい、このトリガーとボタンの間ですね、ここで外すのがいいと思います。爪をね、こうやって外していくんですけど、はい。爪を全部外し終わったら、この ABXY ボタンとかですね、このボタン類が全部外れてきてしまうので、裏返しにして、落とさないように裏返しにしてから、で、外すといいです。そしたらこのままね、置いておきます。すごくしっかりした作りの基板が出てきました。メンブレンのね、十字キーと ABXI ボタンを押すところが出てきてます。スティックちょっと外して、スティックのセンサーモジュールが何が使われてるかを見ていきます。ゲームサーっていう風に刻印がありますが、反対側見るとね、K シルバーって書かれてますね。で、これ K シルバー製のホールエフェクトスティックセンサーモジュールですね。トリガーストップをつける場合は、まずここでモーターのコネクタを外します。モーターのコネクタは、ここですね。この白いところについてます。の両サイドについているので、左右両方とも外さなければなりません。
ちょっと外しにくいですけどね。はい。モーターのコネクターを外すことができました。そしたらですね、ネジを1、2、3、4、5、6、7箇所ですね。7箇所のネジを外していきます。こっちは普通のプラスドライバーで大丈夫です。はい、ネジを外すことができたら、まずこの LB、RB ボタンを外して、簡単にこうやって外せるので、置いておきます。そして、基板をゆっくり上に持ち上げてください。そうするとこのようにトリガーが外れるので、そのままゆっくり上に持ち上げていきます。この時、マイク、ヘッドセットジャックですね。ここがはまっているので、これをちょっと押し出してあげると外れやすいです。はい、取れました。で、ここにですね、背面ボタンのここにゴムがあって、で、このミュートボタンにもここにゴムが入ってるので、なくさないようにですね、ここにも入ってます。なくさないように気をつけてください。このね、透明のゴムがね、結構大事なので、これをなくすと、そのボタンが動かなくなったりしてしまいます。そしたらね、いつものおすすめのダイソーの、滑り止めマットですね。これを、はい、縦がだいたい7ミリですね。横幅は6ミリぐらい。はい、6×7 ぐらいの大きさに切り出します。でこのね、ダイソーのクッションラバーは、このように両面テープになっているので、これをそのまま、ここのですね、台座になっているところに乗っけて、はい、背面に両面テープ側をこうやって貼り付けてあげます。こうしてやることでトリガーストップが取り付けられます。左側のトリガーもですね。はい。これで左トリガー、右トリガー、両方トリガーストップが付けられたので、閉じていきます。トリガーストップですけど、今これ高さ7ミリでやってますけど、もう少しですね、7.5ミリとか8ミリはちょっと厳しいかもしれないですけど、高めにするともうちょっとトリガーストップのストロークを短くすることができると思います。じゃあ締めていきたいと思います。軽く締めたらモーターのコネクターを戻しておくことも忘れないようにしてください。振動除去される方はね、この時点でモーターを外してしまってもいいかなと。簡単に取れるのでね。はい、ネジも締め終わってですね、動作確認も完了しました。ちょっとね、分解かなり複雑で、しかもパーツが結構外れやすいものがあるんで、注意して、分解しなきゃいけないっていうことで、ちょっとトリガーストップつける改造をするには、ハードルの高いコントローラーかなと思います。はい、射撃訓練場に来ました。これ今、デッドゾーンだけゼロにして、デフォルト感度なんですけど、すごいですね、この、もう全く、再キャリブレーションもしてるんですけど、全くドリフトが起きないです。それも、なんでかなって思ってちょっとスティックを触ってみると、こう、遊びがほとんどないんですね、このスティックは。で、遊びがなくて、しっかり毎回ね、こうセンターにバネの力で戻すっていう風になってるみたいですね。普通ね、どんなスティックでも今まで見てきたスティックはだいたい遊びがあって、で、毎回こう戻すと、こうスティックを倒して戻すと、毎回ちょっとだけ位置がずれるっていうね、ことが起きるんですけど、このスティックは毎回必ず同じ位置に戻ってくるようにバネが設定されてるみたいです。じゃあこのデフォルト感度でちょっと打っていきたいと思います。やっぱりだいぶ低感度で切り返しとかで追っていくのが辛くなる場面っていうのが多い気がします。はい、ここからはいつも通りレスポンスカーブの測定をやってきました。ですね、今回から
ティックの行きと戻り、倒していく時のゲームへの入力値とスティックを戻していく時のゲームへの入力値っていう両方を測るようにしています。なんでこんなことをするかというとですね、スティックによって、センサーによってですね、その行きと戻りで値が異なるものがたまにあるっていうことで、そこの精度を知りたいっていうのと、この測定が本当に正しいのかっていうのをね、自分で検証するっていう意味もあって、そういったことをやるようにしました。ゲームサー G7SE のスティックのレスポンスカーブはこのグラフのようになっています。ですね、下側の線が雪ですね。で、戻りが上側の線になってます。全体的にちょっと戻りの方が高めに出るのはですね、おそらくですけど、このスティックのゴムがたわんでいるからとかですね、そういったところが一つの要因にあるんじゃないかなと予想してます。ゲームサー G7SE に関してはですね、かなりこの差が小さいので、ほとんどそのセンサー自体ですね、雪と戻りの誤差っていうのはないと言っていいぐらいの優れたセンサーなんじゃないかなと思います。全体としてはですね、やっぱり低感度なホールエフェクトらしいですね、カーブになっているかなと思うんですが、やや中立付近と最大に倒したあたりですね、ゲームへの入力値でいうと0付近と1付近がリニアに近くなっているちょっと変わったカーブかなっていう気はします。私はですね、どうしてもリニア感度で基本使いたい派なんで、このゲームサー G7SE もリニア感度に修正していきたいと思います。はい、Steam 入力で、ゲームサー G7SE のスティックのレスポンスカーブをリニア感度に修正する方法を解説します。まず Steam のライブラリに行ってもらってですね、遊びたいゲームの画面に行きます。で、コントローラーマークをクリックして、Steam 入力を有効にするをクリックしてください。レイアウト編集、ジョイスティック、右ジョイスティック動作の右側の歯車アイコンをクリックして、スティック感度カーブをリニアからカスタムカーブに変更します。カスタム感度カーブを286に設定して戻るを押してください。左ジョイスティック動作の方も歯車アイコンをクリックしてカスタムカーブにして286に設定します。はい、戻るを押していって、これで修正を反映することができました。はい、Steam 入力を使って感度を修正するとこの赤い線のようになります。リニア感度にだいぶ近づいてはいるんですけど、ちょっとですね、中立付近と最大まで倒す、ほとんど倒しきる付近ですね、ちょっと感度が高くなってしまっています。もし、この方法で修正してね、感度が高すぎるって感じる方は、286じゃなくてですね、285とか284っていう値も試してみてください。1変えるだけで結構感覚変わるので、1ずつね、調整していくのがおすすめです。はい、そしたらリニア感度に修正したゲームサー G7SE で打っていきたいと思います。さすがにね、リニア感度にするとちょっと、ドリフトっていうんじゃないですけど、ほんの少しね、わざとドリフトするようにスティックを触れば、ちょっとだけこんな風にね、ドリフトはしますけど、ほとんどドリフトしないですね、やっぱり。はい、じゃあ打ってきます。はい。やっぱめちゃくちゃ当てやすいです。やっぱりですね、遊びがない分ですね、ちょっと癖がある感じはしますが、感度に関してはね、完全にリニアになったかなと思います。このね、中立付近の戻りの強さっていうんですかね、遊びがなくて戻りが強いっていう感じは、ちょっと独特な操作感かなっていうふうに思うので、そこだけはね、慣れていくしかないですね。はい、それではですね、トリガーストップとリニア感度っていうね、2つの修正を加えたゲームサー G7SE で Apex のランクを遊んできましたので、そちらの様子をご覧ください。はい、これは違うとこ打ってたらですね、後ろから
別派が来たっていうシーンですね。でちょっとやっぱり中立付近の感度が高いかなっていう気はランクを回してたらですねちょっとしたんですけど、なのでこういうフラットラインとかねかなり難しくちょっとなっちゃってるかなっていうところはあります。まあただ慣れれば問題ないぐらいの範囲かなっていうのと、まあ場合によってはね286じゃなくて285とかにしてもいいかなっていうとこですね。まあこれずっと286でねやってるんですけど、まあうまくね直下グレが入って詰めていっているところになります。まあ、こういうねコンジットニューキャーって感じなんで、もう私はひたすらベイトに徹するっていう感じで動きましたね。もう敵もライフラがいるんでどんどん回復していくんで大変、もう全然死なないっていうね。でも私の代わりにコンジットさんが倒してくれたんで、なんとかペッパー倒せたっていう感じですね。まあ、とはいえですね、フラトラでも結構ねうまくエイムアシストにかかれば、はい、このようにキルすることもできました。で移動してきたところでポジション取るために移動したらそこになんかいたって感じですかね。まあ、腰打ちもすごく当てやすくてですね、エイムに関してはですねすごくやりやすいコントローラーかなという感じですね。まあ、割といいポジション取れてたんですけど、下の方でやり合ってるのをちょっとちょっかいかけつつ、確かなんかこのね鉄塔下にそうですねモバリスがたかれたんで、様子見に来たら足音したんで倒しに行ってるところですね。はい。でさっきの試合はね2位で終わったんで、もうあそこでカットしちゃったんですけど、はい、ここからはねちょっと個別の試合どんどん出していこうと思うんですけど、ちょっと中立付近の感度高いっていう風には言ってはいるんですけど、割とねもうこの頃になるとしっかり中距離も当てていけてるかなっていう感じで、そうですね、まあだいぶ286でもちょっとやればねすぐいい当てかに、どんどん当てていけるようになるかなと思います。はい、それでアナログトリガーと振動のチェックをするためにアセットコルサスチーム版をプレイしました。ちょっとですねトリガー最大入力が分かりづらいっていう問題がありました。結構深くまでしっかり押し込まないと最大入力にならないっていうところがちょっとあってですね、まあ一応デッドゾーンは0の95っていう形にねトリガーの方はしてはいるんですけど、結構深く押し込まないと最大入力にならないので、ブレーキがねやや 100% にならなかったりするっていう時が、まあ、最初の方ですね、何ラップかすればすぐ慣れましたが、そういうことがありました。なんでちょっとアナログトリガーには癖があるかなっていう気がします。ただね振動の方はすごく良かったです。ものすごくねしっかりなんでしょうね、解像度が高いっていう感じがしてね、すごく臨場感のある振動でした。まあ、この辺り結構ねないがしろにしてるコントローラーが多い中ですごく好印象だったですね。まああとアナログトリガーのねところは慣れてしまえばもう全く問題なくねタイムも出していけました。これはね前回のバトルドラゴンパワー A のバトルドラゴン
で遊んだ時と同じフェラーリで走ってますが、その時よりもタイムはだいぶ伸びたかなって感じですね。まあただこの時はちょっとセットアップしてるんでズルっちゃズルなんですけど、タイムは1分48秒460ってことですね。前より1秒ぐらい縮んだかな。はい、ここまでゲームサーの G7SE ですね、見てきましたが、いかがだったでしょうか。そうですね、もう全体的にクオリティが高くて、振動機能もそうですし、スティックね、もうすごくね、ドリフト本当に抑えられてて、いいスティックだったと思います。精度もちゃんと高いですし、まあ遊びがないっていうところは慣れが必要だったりはするかもしれないんですけど、ちょっと遊べば全然慣れましたしね。221g っていうことですごく軽くて持ちやすくて、長いことね遊んでも疲れづらいですし、持ちやすいコンパクトさっていうのもねすごく良かったですね。まだお伝えしてないところでちょっと気になった点といえばここですね。 USB Type-C ポートがこのようにですね、はい、このようにすごく奥まったところに配置されています。なので付属のケーブルか、まあサードパーティーのね、USB ケーブルでも、かなり細めの USB ケーブルじゃないと刺さらないです。まあ、ゲームサーの製品ね、タランチュラプロもそうでしたが、こういうね、ところが、ちょっと、ずっとね、マイナスポイントとしてはあります。まあ、確かにね、USB Type-C ポートが破損しづらくなるっていうメリットもあるんですけどね。はい、あとはですね、気になったところは、このオーディオポートですけど、ヘッドセットね、つけれるところですけど、ちょっとね、さすがに音質はあんまり良くなかったです。ちょっとこもったような音がするっていうね、ところで、まあできればね、普通に PC で使う場合はね、PC から直接アンプなり、直接挿すなりして、音は持ってきた方がいいと思います。まあこういうね、ミュートボタンとかってすごくいいんですけどね。まあ、APEX みたいなね、足音を聞かなきゃいけないとか、すごくいい音で聞かなきゃいけないとか、そういうことでなければ使えるかなっていうところです。はい。そうやってね、ちゃんとこういうオーディオポートも機能してくれるっていうところも、まあ非常にね、やっぱ完成度が高いコントローラーなのかなっていうところですね。背面ボタンの押し心地も非常に良かったです。トリガーストップさえつけてしまえば、FPS でも十分に遊んでいけると思いますし、まあ、LB、RB でね、射撃とエイムをやるっていう場合でも十分使っていけるコントローラーかなと思いました。コントローラーについている機能面で何か大きな不満があるかと言われれば全くなくてね、まさにね、優等生っていう感じですごく優れたコントローラーだなと思いました。価格がこういうね、背面2ボタンとかで、あまりこう、すごい機能盛りだくさんっていうわけじゃないんですけど、その割にはね、5500円とかね、6000円前後っていうところで、やや高めではあると思います。ただそれだけのね、内容かなっていう気はしました。ほんのちょっとね、お金を出しても、ちゃんとしたコントローラーで遊びたいよっていう方にはいいコントローラーかなと思いました。はい、それで私はこのモノルっていうね、ウェブサイトの管理人もやってます。このようにね、ゲームサー G7SE の口コミとかもね、見れます。実際こうやって口コミを書いてくださった方、本当にありがとうございました。ぜひ、あなたもですね、口コミを書いていってくださったらすごく嬉しいです。意外とね、こう、一人一人が書いてくださることがすごく大きな力になるので、ぜひよろしくお願いいたします。またね、このサイトではコントローラーの比較とかですね、絞り込んで検索したりっていうこともできるので、よかったら使ってみてください。はい、またこの動画が参考になったと思ったら、高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。次の動画はですね、随機のエボトップか、それが届くまでにもし時間が間に合えば、もう1製品ですね、取り上げるかもしれません。またですね、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。